がわずか15歳で JYP で6人目の JYP の教育生になっていたという衝撃の事実が発覚。教育生って何って方も要チェック。これって超絶すごいことなんです。ネクスジのリーダー、トモヤのハッピーバースデー動画で判明した、実は JYP 教育生だったという新事実。これって本当に驚愕のすんごい情報なんです。教育生ってなんだろうと思ったそこのあなた、気になる教育生についてご説明します。教育生は事務所に認められて他の練習生を教育する権利をもらったエリート中のエリート練習生のことで、実力も生活態度も良くなければ教育生にはなれないとのこと。過去に教育生に選ばれた練習生が TWICE 辞表、ストレイキッズワンちゃん、DAY6 4K、ガットセブンジニョン。同じくガットセブンの JD で歴代5人しかいないそう。ちょっと待って、このメンバーやばくない？このそうそうたるメンバーの中にまだ15歳06ラインの日本人が食い込んでくるの激アツすぎない？こんな見た目も幼い日本人が教育生になるなんてもう理解できない次元のようです。トモヤができる子だとは思っていたけど、その想像の100倍上を来たよ。あなた本当にすごいよ。トモヤが教育生だったということを聞いて、改めてニジプロ2を見返してみると、オーディションの様々なシーンで教育生っぷりが伏線として出ていました。まずトモヤに対して、どう見ても不平等なチーム分け、絶対褒めないもちぼり、明らかに厳しすぎるフィードバック。ニジプロ2をリアタイしていた時は、あまりにもトモヤに対して理不尽なことが多すぎたので、何度もちぼりを恨んだことか、きっともちぼりもトモヤを JYP 教育生のトモヤとして見ていたんですよね。ネクスジのメンバーとして合格できるかよりも、教育生としての資質を見ていたのかも。そんなもちぼりの策略を知っていれば、あんなにもちぼりを恨まなかったのに。また全員で JYP の基礎ダンスを練習前にやるときも、トモヤがセンターでみんなに指示を出していたので、なんでなんだろうって気になっていた方いません？まだリーダーって決まってなかったのにみんなをまとめていたから、JYP 練習生歴が長いからかなと思っていたけれど、それも実は教育生だったからなんだね。東京合宿でダンスレベルテストが6位だったのも、はるくんチームはいつも上位のメンバーなのにトモヤチームは違ったのも、パークさんの期待するポイントがもやだけ違っていたってことね。全てがやっと納得つながった。トモヤ頑張ったんだな。合格した時のトモヤの涙でどれだけプレッシャーと戦っていたのかがわかりますよね。トモヤが教育生だったことも頭の片隅に置いてニジプロ2を見直すと、もちぼりの言葉にもイラつかず聞けるので、1話目から見直すのをおすすめします。そしてイデフィ先輩の番組ではハルがめちゃくちゃトモヤを褒めていたんですが、教育生という事実を知ってから見ると納得。ハルって普段トモヤに対して塩対応だから、ベタ褒めするのはかなりレアすぎてびっくりしました。この時デフィ先輩が、基礎ダンスはしましたかという質問を2人に投げかけていたんですが、トモヤは、僕はすごく早く合格しました。6ヶ月でした。ハルは、僕は1年半かかりました。と話していて、デフィ先輩は合格できないまま JYP を退所したとか、この会話からもトモヤがレベチなことがわかりますよね。そしてハルがトモヤのことを、僕にとっては伝説のような人、一緒に楽曲制作できるのが夢みたいで光栄、と熱弁していたので、伝説って褒めすぎじゃ、と思った方もきっと多かったはず。だけど教育生になっていたという事実を知ると、伝説の人っていう表現にも納得ですよね。ちなみにこの基礎ダンスは JYP 練習生が必ず踊るダンスで全40種類あり、スキズのリノは2週間で合格、TWICE のモモは3ヶ月で合格しているらしい。リノ、どんだけすごいの。NiziUもオーディション中に踊っていたことで有名ですよね。可愛いNiziUの基礎ダンスも要チェックです。教育生になっていたという事実は、トモヤ自身がトモヤズバースデーパーティーの動画で説明してくれました。バースデー動画なのに PPT のプレゼン資料まで用意しているとか、どんだけ準備万端なの。自分の誕生日動画にパワーポイントの資料を用意して、しかもドロップボックスで全世界に共有してくれるって、そんなアイドル今までいました。初めて聞いたんですけど、まさにネクストジェネレーション、今時のアイドルですよね。かなりよくできてるプレゼン資料。トモヤからの説明では、中2の時に SNS にアップした動画を JYP の方が見つけてくださって、JYP にキャスティングしてくださった、とのこと。トモヤはスカウト入社だったんですね。また教育生に選ばれたことで、ニューヨークにダンス留学をしたみたい。めっちゃエリート。
さらにファンへのメッセージは4カ国語用意。日本語、韓国語に加えて中国語と英語まで言語を勉強する時間なんていつあるの。ここまで自分自身をプレゼンテーションしてくれるあれらがネクスジのリーダーともや。さすがです。ともやのことがかなり知れたバースデー動画でした。ともやが JYP の教育生だったことを知って X での反応はどうだったのか気になりますよね。オーラスで泣きながら漏らしたこの言葉も受け止め方変わってくるよね。練習生、教育生の時もオーディションも満足のいかない評価。この若さでいろんな重圧がかかっててたくさん辛い思いしただろうな。コマによくプレッシャーに押しつぶされないで頑張ったね。JYP 教育生という存在自体初めて知った。すごすぎ。ともやこの話ずっとしたかっただろうな。そして東京合宿で早々に JYP 教育生からボーカル指導をしてもらったラッキーボーイがこちら。ともやの高い指導力とゴニのもともと持った才能とスポンジのような吸収力プラスアルファ努力 ×100 でビリの逆襲に成功した。教育生って何と思って調べたら練習生で一番高いレベルで他の練習生を教育できる事務所の皆に認められた練習生で歴代5人しかいないんやね。そんな伝説なことを今まで言わず自分のこと聞かれたら全部顔って答えるともやくんどういうこと？まだまだ知らんことあるんやろな。ともやが教育生だったと分かって日プロでともや一人だけ案内用に厳しくされて頼もふに落ちる落ちないけどし全部知った上でともやにこの言葉を送ってくれたハンくんがやっぱり優しくて繊細で愛してるって思いました。本当によく頑張ったともや。そしてハンくんは優しさの塊だね。愛してる。この時ともやくんは練習生という肩書きに加えて教育生という肩書きもあったから自分がこのプロジェクトの主軸ということをきっと認識してたんだよね。計り知れないプレッシャーの中で常にベストを尽くして結果を出す売りリーダー。本当にすごすぎる。しかもまだ19歳になったばかり。ともやが教育生という情報では大沸騰に。レベチな凄さだと思っていたけど JYP にもしっかり認められていてネクスティとしても誇らしいですよね。ともやが教育生だったという激ヤバな過去いかがでしたでしょうか。 JYP の選ばれし6人の中にわずか15歳だったともやが入っているなんてネクスジのリーダーエグすぎる。そしてネクスティにとってもともやを推せることが誇らしい。そして自分のプレゼン資料まで作ってきちゃうしごできなリーダー。もう今年のネクスジは飛躍する未来しか見えないですね。 JYP 教育生にも選ばれた最強リーダーともやとリーダーを支えるネクスジメンバーの2025年の活動もめちゃくちゃ楽しみですよね。引き続き全力でネクスジを推しちゃいましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。